こんにちは、モネです。さあ、7月が始まりましたね。ということは、2021年の上半期が終わって下半期が始まります。今年も半分終わっちゃいましたよ。早いですね。ということで、今日の動画は2021年上半期本当に買ってよかった文房具アイテムを紹介します。2020年のベストバイ動画では比較的手帳デコアイテムが多かったんですが、今回は便利グッズが多めです。去年買ったデコアイテムたちがまだまだ使い切れず残っているので、あんまり買い足ししてないんですよね。なのでデコ系のものがほとんど増えてません。それに外出が減ったので新商品に触れることが少なかったっていうのもあるかもしれません。そんなこんなでね、2021年上半期のベストバイ動画はデコアイテムが少ないですが、手帳デコアイテムが多めがいいなーなんていう方は2020年のベストバイ動画をご覧ください。今回もランキング形式でお送りいたします。よかったらランキング予想してみてくださいね。と言ってもね、今まで購入品を買ったタイミングでちゃんと動画にできていなかったので、動画にまだ出てきていないものも出てくるので難しいかもしれません。と言いつつも、今まで楽しい手帳時間を見てきてくださった方たちだったら1位の予想は簡単かと思います。それでは今日も楽しい手帳時間行ってみましょう。中途半端な数字からなんですけど、第6位から紹介していきます。第6位はハイタイドのレシートホルダー。お値段は税込み770円。そしてお色はね、14色もあります。好きな色をね、選びたい放題でした。私はライトグレーとカーキを持ってます。ライトグレーの方はバラバラになっていたシールを収納しています。最近シール収納を見直して、私はレシートホルダーが最終的にしっくりきました。以前ね、100均のアイテムだけで作るシール手帳を作ったんですが、最終的に今こちらに落ち着いてます。詳しくはまた後日動画にしますので、よかったら見てみてください。そしてカーキは通常通りの使い方で、帳簿付けの終わっていないレシートを月ごとにまとめています。毎月1回帳簿付けできるのが理想なんですけど、私は結構ね、後回しにしがちですね。フリーランス1年目は2月に1年分をまとめて行っていたので、すごくね、ひいひい言いながら確定申告をしていました。その頃に比べたら定期的に帳簿付けを行っているので、成長してるのかななんて思ってます。第5位はこちらもハイタイドなんですけど、パッキングテープカッター、税込み770円です。大きいテープカッターって何かとよく使うのになかなか好きなデザインのものがなくて、ようやく巡り合えたって感じです。ハイタイドのパッキングテープカッターの前に使っていたテープカッターは確か黒金屋で昔買ったものでしたね。よくある普通のプラスチックの赤いものでした。テープの付け替えをした時壊れてしまって、長い間テープだけで使っていました。いつも使い始めの部分がうまく取れなくて、テープが裂けちゃってダメにしちゃったりとか、下手したらね、なんか何十センチって無駄にしちゃう時ありますよね。とか、ハサミがベトベトになっちゃったりとか、そんなね、こんなになってたのでゲットできて大満足です。ハイタイドのパッキングテープカッターはテープの入れ替えは横からはめるだけの簡単なものなので、割れちゃうこともなくて安心です。色も黒とグレーがあって、どちらもおしゃれです。私はね、どっちも買っちゃって、一つは透明テープ、一つはガムテープを入れてあります。ポンと机のね、上に出しておいても景観を崩さないデザインですよね。第4位はポストイットとペインタブルスタンプ浸透印の鳥です。これはね、2つセットで使っているので、まとめて良いっていうことにさせてください。どっちかが欠けたら私にとっては結構意味がないので、セットで紹介させていただきます。こちらのポストイットは40周年限定モデルっていうんですかね。で、2020年1月時点に
日本で導入されている色21色がセットになっているものです。 Amazon で2500円くらいで購入しました。1冊あたり45枚入ってて、白いケースの中でグラデーションになってて可愛いですよね。ポストイットって結構裸で机の上に置きっぱなしになりがちで、そうするとね、いつの間にか隅っこが結構めくれちゃってたりするので、箱買いしたことでケースが守ってくれていい感じです。このポストイットと一緒に使っているのがペインタブルスタンプ浸透印の鳥です。お値段は税込み968円。浸透印自体は24柄もあって選ぶのにすごく迷うと思うんですが、私はちょっとしたお手紙にぴったりだったので、こちらの鳥を愛用しています。これをポストイットに一回ね、ポンって押すだけで華やかになるし、文字をまっすぐ書くね、補助にもなってくれるので重宝しています。間違えました。ペインタブルスタンプの回転印の方は手帳でめっちゃ使っていますが、浸透印の方はもっぱらお手紙用になっています。ちなみにね、2つ注意点があって、1つ目は薄めの紙に押すと裏抜けしやすいので要注意っていうのと、もう1つが押してインクが完全に乾く前に書き始めちゃうとインクが伸びちゃうので、ティッシュを絵柄に置いて書くのがおすすめです。ペインタブルスタンプのシリーズは回転印を2020年のベストバイで紹介していたので、このシリーズは一つ持っておくと本当に便利です。回転印については単独の動画としても紹介しているので、よかったらこちらの動画もご覧ください。第3位は鉛筆立て。ミニマリズムっていうブランドなのかな。スタンドが税込み2530円で、トレイが税込み2750円です。コンクリート製でずっしりしてます。これもともとバスグッズなんですよ。歯ブラシとか立てるやつなんですけど、もう可愛くて机周りのペン立てやら小物置きにしちゃってます。今までね、鉛筆立てっていう鉛筆立てを持っていなかったんですが、2021年上半期ついに仲間入りしました。もうね、机周りがすごく整頓されてきて、とても大満足です。トレイも一緒に行ったので、小物もすごくすっきり収まってくれてますよね。第2位はめっちゃ便利なペンタイプの汚れ落としです。もうね、可愛いとか度外視して便利ゆえに第2位にランクインです。税込み550円。ハサミの切り口に付着しちゃうベトベトが嫌で、もともとハサミ自体もそれが嫌だったんで、フッ素コートのベトベトがつきにくいものにしてたんですが、それでもやっぱり何年って経つとベトベトが溜まってきます。そんなベトベトがこの汚れ落としを使ったら一瞬で綺麗になったので、もっと早く知っていたらなって悔やまれます。それこそね、ベトベトがどうしようもなくて捨ててしまったハサミたちがあるので、ほんとごめんねって感じです。ベトベト汚れ以外にもインク汚れだったりとか、手垢とかにも使えるみたいです。木だったりとか紙など汚れが染み込む素材には使えないのでご注意ください。ハサミのベトベトにももちろん使えますが、なんていうんですかね、値札とかうまく剥がせなかったシールにも使えました。そして何よりペンタイプなので使いやすいです。とにかく一家にね、1本あると便利なアイテムなので、よかったらお手に取ってみてください。そして2021年上半期の買ってよかったものベスト1は、イルビゾンテのフラップシステム手帳です。一本のね、開封動画にしちゃうほどテンション上がっていたものなので、今まで楽しい手帳時間を見てきてくださった方ならきっと予想が当たっていたかと思います。お値段はね、42,900円とお高いんですが、憧れを持てるようになってテンションは爆上がりしてるし、手帳の時間がさらに楽しくなってます。英語を持っていた時はバイブルサイズはちょっと小さいよなーなんて思ってたんですが、自分の文字サイズが比較的小さいということもあって、この2ヶ月でかなり適応してきました。思った以上にバイブルサイズのコンパクトさに魅了されてますね。
今度ね、英語サイズとバイブルサイズどっちがいいですかっていう質問とかよくいただくので、こんな人にはこっちのサイズがおすすめだよっていう動画も出してみたいななんて思ってます。ここからはね、おまけで今年買ったものじゃないんですが、よくコメントでそれどこのですかって聞かれる率が高いものを2つ紹介したいと思います。なかなか紹介する機会がなかったので、今回改めて紹介させてください。まずはね、日付スタンプ。こちらはシャイニーから出てるもので、お値段1100円。年月日だけじゃなくて、日付の前にコメントを入れることができます。コメントは11個あって、結構ね、事務作業が多い人に使い勝手がいいコメントたちが集まったものになってます。私は確認済みのチェックでと、請求済みのビルでと、完了のエンタードをよく使います。いや、違いますね。正確にはこの3つしか使ってません。おかげでこの3つ以外はインクがついてない綺麗な状態です。これは2015年に買ったんですが、6年も使わずまっさらな部分もありますが、日付と3つのコメントを使い倒してるのでよしとしてます。2026年までしか印面がないので、2027年に年号が新しくなった同じ型のものを購入予定です。どうかね、廃盤にならないでほしいな。そして2つ目はペンコの A4 クリップボード。お値段は715円です。これはね、何かとあると便利ですね。常に何でも書けるようにコピー用紙がセットされてます。私が持っているものはクリップ部分がゴールドで、板の方が濃い茶色のものなんですが、クリップ部分がシルバーで、板が黒だったりとか、薄い茶色のものだったり、他にもサイズ違いで英語とかもあります。電話とかで突然メモをしなきゃいけない場面に出くわした時に、書くものって探さなくていいのですごく重宝してます。今日の動画は2021年上半期本当に買ってよかった文房具アイテムを紹介しました。今回はね、デコアイテムがあまりなかったのでちょっときらびやかな感じではないんですが、便利グッズだったのでよかったら手に取ってみてください。それこそね、どれも使い終わったとしても私はヘビロテして買うつもりのものばかりです。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。